ケアリホーム編第3回が始まりました。前回はケアリホームシステム研究会の武藤さんに事故によって障害を持たれた方のケアリホームの事例を一つご紹介いただきました。今回は同じテーマの別の事例についてご紹介いただきます。武藤さん、続いてこちらのケースのご紹介をお願いします。この方も同じく事故で頸髄を損傷された方なんだけども、先ほどの方と少し障害の度合いが違うんだよね。そうなんですね。では、紹介をお願いします。はい。武藤さん、こちらは何ですか？車椅子のまま家に入れるように段差解消機をつけているよ。そうなんですね。スロープがなくても段差解消機があれば簡単に出入りができるんですね。そうなんです。うまく福祉用具、福祉機器を活用する一つの工夫です。こちらはリビングですか？ホッチー君、この扉を見てごらん。ガラス張りにしているだろう。キッチンからベッドルームが見えるように工夫しているんだよ。なるほど。ご家族の方がいつでも目が届くように工夫されているんですね。そうなんだよ。こちらは寝室ですね。手前にある器具は何ですか？これは車椅子からベッドに移動できるようにしてある台なんだよ。なるほど。この形状は車椅子がここに収まるようになっているんですね。そうです。本人自身でプッシュアップしながら移動するんだよ。こちらはトイレですね。先ほどのケースではなかった機械がついていますね。はい、これはですね、本人が調子いい時は自分で車椅子から異常台に移ることができるんですけども、体の調子が悪い時にリフトを使って便器に座るように工夫してある分です。両サイドに手すりがある分は本人の便器への姿勢がちゃんと保てられるように工夫してます。なるほど。このリフトで移動ができるように工夫されているんですね。そうです。このスリングシートはね、トイレ専用のスリングシートで本人のズボンが脱がしやすいようにできてるんだよ。なるほど。シートの種類も変わってくるんですね。そうです。お風呂用とまた違うんだよ。今回は事故によって障害を持たれた方のリフォームをご紹介していただきました。武藤さん、ありがとうございました。次回はまた別のケースのケアリフォームを紹介するね。では皆さんまたお会いしましょう。